皆さんこんばんは、ミスタービヨンドです。1万1000光年彼方で2つの惑星がぶつかった証拠が史上初めて捉えられました。惑星の衝突は理論上起こるはずと言われながらも、これまで誰も直接見たことがなかった現象です。そしてこの衝突は私たちの月がどうやって生まれたのかという謎にも直接つながっているかもしれないんです。それでは今週のロマンニュースを見ていきましょうか。今回の舞台は地球から約1万1000光年離れたガイア 20EHK という恒星系です。ワシントン大学を中心とする研究チームがこの星の周りで2つの巨大な天体が衝突した証拠を捉えました。この恒星の明るさに異変が生じたのは2016年のことでした。恒星が不規則に暗くなる現象が観測データに記録されていたんです。しかし当時この異変に注目する研究者はいませんでした。転機が訪れたのはワシントン大学の博士課程の学生だったサニー・ダキス氏が過去のアーカイブデータを見直していた時でした。彼はこの恒星の光に奇妙なパターンがあることに気づいたんです。一般的に何かが恒星の前を横切って光を遮ること自体は珍しいことではありません。ただ奇妙だったのはその先です。光が暗くなるたびに赤外線が急激に強くなったんです。どういうこと？赤外線というのは簡単に言えば熱の光です。物がものすごく高温になると目には見えない赤外線を強く放つようになります。つまり恒星の前を横切っている何かはただの岩や塵ではなく灼熱の何かだった可能性が浮上したんです。でもこの時点では灼熱の何かとしか分かってはいませんでした。ではなぜこれが惑星の衝突だと分かったのか。研究チームはこの光のパターンを解析しコンピューターシミュレーションで再現してみました。光が暗くなるタイミング、赤外線が強くなる度合い、そしてその変化が回を重ねるごとに大きくなっていくパターン、これら全てを説明できるシナリオを探したんです。その結果、最も観測データと一致したのが火星サイズの2つの微惑星、つまりまだ完全な惑星になりきっていない天体が互いの重力で引き寄せられ、最初はかすめるような衝突を繰り返し、最終的に壊滅的な衝突に至るというシナリオでした。なので恒星の前を横切っていたのはその衝突で飛び散った約627度もの高温の塵や岩石の破片だったんです。でも惑星同士の衝突って宇宙の長い歴史の中ではそこまで珍しいものではないはずですよね。それなのになぜ今回が史上初めての観測だったのでしょうか。それはそういった惑星同士の衝突は何十億年という惑星の歴史の中のほんの数時間から数日で終わってしまうことがほとんどだからなんです。そのため理論上は起きるはずだけど実際に捉えるのはほぼ不可能とされてきました。実際惑星衝突の痕跡が見つかった事例は過去にもあります。しかし衝突をする瞬間そのものは観測が激ムズすぎて実際に捉えるのはほぼ不可能と言われていたんです。なのでそんな幻の現象が今回初めて観測されたんです。私はもう感動してしまいましたよ。さてでもそうなってくると気になってくるのが惑星同士がぶつかると何が起こるのかです。でも実はその答えの一つを私たちはすでに知っています。そうです。月です。約45億年前、まだ生まれたばかりの地球に火星くらいの大きさの天体がぶつかりました。ジャイアントインパクトです。その衝撃で飛び散った破片が地球の周りに集まって固まったのが今の月だと考えられています。ただこれまではこれはあくまで理論でした。データと理論を用いて作られたシミュレーションの世界では再現はされていましたが、実際に誰もまだ見たことがなかったんです。今回実際に観測されたのはまさに地球の月を生んだとされる火星サイズの天体同士の衝突です。研究チームもこれがジャイアントインパクトと同じタイプの現象だと結論付けています。いかがでしたでしょうか。本日は人類が史上初めて観測に成功した惑星衝突について見てきました。少しずつですが人類は着実に宇宙に対する理解を深めていってる、そんな感覚になりますよね。個人的にはどうやってはるか45億年前に起きたとされる月の誕生を科学で推測できているのかは不思議でたまりませんが、きっとこうした観測と知見の積み重ねなんでしょうね。本日はそんなことを考えさせられました。それではご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。